空が青いなあ。はい、おはようございます。今日はですね、月曜日、5月19日月曜日、はい、ということで、今日もリサイクルショップやってまいりました。はい、ということでね、先週の木曜日からですかね、木金土日月と、はい、毎日ここ来てるんですけども、正直言ってですね、あまりお客さんは入ってきておりません。はい。やっぱり田舎の商店なのかなという感想でございます。はい。ですのでね、ほとんど売り上げもありませんし、はい。数百円ですね。はい。ちょっとこのままではね、継続維持、経営維持はできない状況と、いうことになりますので、ちょっといろいろ考えながらやらないといけないということで、いろいろ試行錯誤をですね、はい、お客さんが来ていただけるように、はい、頑張っていきたいなと思います。はい、ということで、今日もちょっといろいろね、はい、チャレンジしていろいろ考えてきたことあるんで、はい、それを考えながらやりながら、はい、やっていきたいなと思います。ということで、本日もどうぞよろしくお願いいたします。人月はい、ということで、今朝もですね、いい天気ではないんですけども、雨はね、やみまして、はい、ほどいい天気のなっております。ということで、レオくんのね、おっちゃんアイデアで、外にね、やはり商品をね、並べて、何をやってるかというのをね、お客さんに見てもらうと、そこからじゃないかということでね、はい、商品を外に出しました。はい、そしてね、蛍光灯がちょっとね切れてたものですから、こちらをですね、交換して、はい、行こうかなと思っております。はい、ではね、このリクライニングチェア、ちょっとなんかビスが外れてるということなので、一応ね、代替のビスを持ってきましたんで、これ修理したいと思います。よいしょ。皆さんはね、ビスとネジの違いってご存知でしょうか。よくね、ビス持ってこいビス持ってこいとかね、ネジ持ってこいネジ持ってこいってね、親方に言われたりしたんですけれども、ビスというものはですね、先っちょがとんがってない、ネジのことをビスと言います。そして、ネジというのは、釘の延長進化版みたいな感じでね、先がとんがっているものを、ネジと言うんだそうでございます。はい。ということで、結構ネジはね、皆さんいっぱい持ってるんですけども、ビスってなかなか持ってないという方が多いと思うんですよね。はい、ということで、私もこれね、以前、フッツラボで DIY した時に買ったものの余っていたものを見つけてきましたので、ちょうど合うのがねありました。よし、治りやしたということでね、はい、ビス止めただけなんでね、大したことないですけど、これで売り物になるということでございます。そして実際ね、座ってみて、きちんとリクライニングするのかどうか、はい、確認しております。
このリクライニングチェアはね、なんといっても、原式的な方法でリクライニングするという椅子でございまして、電動で動くわけでもございませんし、油圧の、ダンパーってやつですかね。はい、ダンパーで、動くタイプでございます。はい。そしてね、手書きポップ。はい、こちらでございます。注目の新商品、入荷いたしましたみたいな感じでね、はい、ちょっとポップをね、書いていこうかなということでね、イメージはですね、ドン・キホーテのポップ、これ有名でございますよね。はい、面白いポップがいっぱいありますけれども、をちょっと意識してですね、書いております。ちょっとね、初めて見よう見ぬまねで作ったので文字が小さいと、思いますけども、いいんじゃないですかね。はい、目立つしね。はい、ということで、ポップをね、とりあえず1個作って、これから、徐々に増やしていこうかなというふうに思っております。で、これをね、テグスというね、釣り糸のようなもので天井からぶら下げると。はい、それでは、今日もね、レーザーカラオケ、誰が買うんだって思いますけれども、写真撮ってメルカリにアップしたいと思います。5商品ずつ、はい、やっていきたいと思います。はい、今日もね、商品を、撮影いたしましてメルカリにアップいたしました。はい、なんかね、聞くところによるとですね、昔はね、20商品も何百商品も一気にねアップするということをやってましたけれども、今はですね、あまりたくさんアップすると、SEO 的によろしくないと、メルカリ SEO 的にですね、あまり良くないということをちょっと小耳に出しましてですね、はい、毎日少しずつアップしていくということがよろしいということなので、5商品もしくは、10商品ぐらいまでですかね、はい、アップしていくということで、はい、今日もね、野菜100円というポップを作りまして、はい、またね、今日取り立てのロメインレタスと普通のレタスですねを、並べました。結果誰も買ってくれませんでしたが、しょうがないかなと、結局、昨日もそうですけれども売れ残って、近所のおばちゃんにあげるということでございますね。はい、ということでね、はい、こちらやっと今度ですね、看板ですね、看板の方を、撤去していきます。これはね、カルプ文字というものでございまして、はい、スポンジ状のものに、アクリの切り文字を接着したもの、これをですね看板に取り付けてるという、昔ながらのですね、タイプの看板でございます。で、そのスポンジとね、アクリルの切り文字はすぐ取れるんですけども、釘で刺さってるもんですからね、それがですね、残っていると。でそれをちょっとニッパーでですね釘を抜こうとやったんですけども、下地のサイディングがですね、持ってきてしまうと、ちょっと欠けてしまうということで、今度次回ですね、サンダーでね、切ろうかなというふうに思っております。でね、ここにあった脚立がですね、6尺の脚立なんですございますが、それもですね、ちょっと上まで届かないということでございまして、次回ですね、うちにある7尺の脚立、
はい、を持ってって、看板撤去、そしてサンダーで釘を切りましてですね、はい、そして、看板の方を作っていこうかなというふうに考えておる次第でございます。看板もですね、下手にビスを打つとですね、雨漏りいたしますんでね、この辺もね、ちょっと考えながらビスを打たないとですね、やはりこの中からでね、伝わって中の天井とかにですね、雨が入ってくるということがありますので、慎重に気をつけてやっていこうかなというふうに思っておる次第でございます。はい、このね看板も、何十年も、多分地元に愛された、看板だったと思います。多分長い間ね、酒屋さんをね、営まれてたんだと思います。しかし、長い歴史にですね終止符を打ち、今度はですねまさかリサイクルショップに変わるとは、思ってもいなかったでしょう。はい、愛された地元の皆さんに愛された酒屋ショップが、今回リサイクルショップに生まれ変わります。はい、ということで、リスペクトをしながらですね、はい、看板を撤去していきたいと思います。ちょっと風が強いんですよね。はい。それでね、脚立が短いので、作業は大変でございます。はい。これでね、幅がね5メーター、高さが2メーターのファザード看板と言われるものでございまして、この白い部分にですね、はい、ファザードと言いますが、ここに看板を多分つけるために作られた壁ということだと思います。で、左側がもうすぐ線路、そして右側が国道ということで、あんまりこう奥行きは大きい長くない敷地となっておりますのでね、はい、横幅は結構あるんですが、奥行きは、5メーターぐらいしかない敷地ということになっておりますんでね、はい、もうちょっとね、奥行きがあって、手前に駐車場があればですね、もっといいのかなとは思いますが、まあ十分なんじゃないですかね。はい、ということで、いよいよ食品タバコ3話電話番号というものがですね、外れてなくなっていっております。いや、この日もね、結局お客さんは一人も現れませんでした。はい。ただね、いつも遊びに来るレオグのおっちゃんとママさんがね、来てくれましてですね、はい。そしてお菓子とね、牛乳を持ってきてくれました。はい。面白いですね。牛乳持ってきてくれるっていうねありがたいことでございます。差し入れまでしていただいて、本当ね、応援してくれる人がいるということはね、嬉しい限りでございます。
結局この建物自体がですね、狭いので、正面の看板ってね、通常よく看板やると思うんですけれども、車で通るとですね、やはりこの横の部分、この手前と奥の横の部分、ここの部分しかですね、看板的にはあまり効果がないのかなということで、やはり、真横に車で通ってしまうとですね、全く正面の看板は見えないんでございますよね。はい。ということで、この横の部分が一番よく見える部分になるということになりますので、はい、ここの部分を、きちんと、看板つけていきたいなというふうに思っておる次第でございます。はい、ということでね、風もねちょっとだいぶ強くなってきましたので、今日の作業はこの辺で終わりと、掃除をしてですね、はい、脚立を片付けまして、はい、そしてこちらが本日の作業内容となります。はい、カルプ文字を撤去いたしまして、こちら正面のね看板となります。はい、そしてね、商品をね外に陳列して、何屋さんかね、分かりやすいようにいたしました。野菜100円ね。はい、そして中入りまして、ポップ作りました。以上になります。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、看板、外のですね、看板を、撤去いたしました。はい。昔ね、私もね、看板屋をやったことがあって、はい。これをね、カルプ文字って言うんですよ。はい。カルプ文字という、スポンジ状のものに上にアクリルの切り文字を貼って、それを、釘で打ち込んでズボッて刺すというような、カルプ文字というものでございまして、はい。その後ね、内緒看板つって中に蛍光灯が入ってるね光る看板とか、これ二段成形つって、文字のところだけ成形されてね、断面が出てる看板とかね、だいぶ、普及してきましたけれども、はい。今回はですね、そんなお金かけてやるものではないので、はい、カルプ文字を撤去して、そして、平板にカッティングシート、もしくはですね、そこまでお金かけないんであれば、もうペンキですね、はい、ペンキでいこうかなと思っております。はい。ということで、今日もお客さんゼロでございました。はい。野菜売ったんですけど、買ってくれる人がいません。はい。ということで、始めて1週間ぐらいなんで、まだまだちょっと様子を見てですね、はい、とにかく続けてですね、やっていきたいと思います。それとこちらね、ポップも作りましたので、はい、ちょいちょいね、アレンジしていろいろ考えながらやっていきたいなと思っておる次第でございます。ということで、本日も以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。結構疲れたぞ。ゲッツ。